崩壊サードバージョン 7.7 5分まとめ。こんにちは、コバトーンです。先日放送されたハイペリオンラウンジにてバージョン 7.7 のポイントが紹介されたので、要点をささっとまとめたいと思います。要点は3つ。1、新キャラ。2、新コンテンツ。3、継続イベント。一つずつ見ていきましょう。1、新キャラ。テレサエンゲージワーカーとアイちゃんの新衣装。お仕事イベントで登場していたテレサが実装。量子タイプの雷キャラ。量子キャラなので相手の重ね合わせ破壊が可能となっています。通常攻撃でゲージを貯めて、ゲージが溜まったら分岐攻撃で麻痺蓄積が可能な攻撃に切り替わる仕様みたいですね。必殺技は2体のパペットホムを使って行う攻撃で、控えに回ってもパペットが攻撃し続けてくれるみたい。説明がふわっとしていたんですが、最後にフィニッシュモーションがあるっぽくて、ここで重ね合わせの破壊が入るみたいですね。第2部キャラなのでアストラルリング持ちで、タイプは世界の星。セナディアやヘリアの設置するオブジェクトを利用して共鳴攻撃ができるタイプ。パペットがオブジェクトを吸い込んで活用するみたいな説明だったので、ひょっとしたらかなり能動的に共鳴を当てやすい性能なのかもしれません。詳細はリリース待ちですね。また、影の従者としても運用可能みたいです。セルマ様やあかりさんなどをリーダーにする場合も強く使えるので、編成範囲が広いキャラなんじゃないでしょうか。アストラルリングについて仕様がぶっちゃけわからんって人はこちらの動画でざっくり解説しているのでご利用ください。武器は連接剣なのでセルマ様と一緒ですね。キャラピックと同時に専用武器である休暇通知と休暇通知緊急残業が実装。どうやら武器スキルでも重ね合わせ破壊ができるっぽいので、量子タイプの敵にはかなり有効な雰囲気がありますね。おそらく武器スキルと必殺技のフィニッシュで重ね合わせを破壊して、弱ったところにアストラルバーストを叩き込む戦法になるような気がしてます。専用聖魂はログインイベントに参加で1枚選択箱が獲得可能。また最近の聖魂と同じく製造システムで作ることもできます。ありがたいですね。さらにバージョン 7.7 ではアイちゃんの衣装が追加。ストーリー中で登場したものですね。今までよりもスタイルがよく見えるので個人的にはかなり良いと思います。2、新コンテンツとメインストーリーとテーマイベント。次にストーリー系の追加です。まずメインストーリー。誰ぞ見つめる迷い岸が追加。今度はヴィタとテレサがメインになるお話みたいですね。おそらくそこで新しい姿のテレサが活躍する予定なんだと思います。また、新しいボスのスカーレット・フィッシュも登場。魚群のようなものを操って攻撃してくるモーションが特徴的で、戦闘が楽しみですね。さらに、ストーリー中では夢追い人のパワーアップアイテムが登場するらしいです。個人的な予想ですが、さすがにストーリーと関連させてくると思うので、夢追い人にとって大きな転機が来るんじゃないかと思っています。続いて新コンテンツ。調査、テレサの大冒険が開催されるようです。ナタデココみたいなブロックになったテレサを操って進めるイベントみたいですね。めちゃくちゃ可愛い。アクションパートではジャンプギミックを活用しながらクリアするシステムみたいです。ヴィタからのサポートも受けられるらしいので、おそらくストーリーはメインストーリーのサブみたいなポジションなんじゃないかなと思います。崩壊は地味にこういうところで大切な設定を出してきたりするので、ぜひプレイしておきたいですね。さらにテーマイベント、夢より生まれてが開催されます。こちらはヴィタをメインで操るゲームみたいですね。説明の雰囲気からしておそらくタワーディフェンス系のコンテンツなんじゃないかなと思います。キャラクターの強化画面も公開されていたので、いつものイベントのように段階を進めながらキャラクターを強化していくシステムなんでしょう。テーマイベントのメインイラストが非常に意味深なので、こちらもヴィタというキャラクターを掘り下げるためにはかなり重要になるかと思います。彼女のファンならぜひプレイしておきたいですね。3、継続イベント。累計チャージイベントと天命の休日。累計チャージイベントでは武器強化のチケットがもらえます。おそらく今期のものと同じ仕様だと思われるので、課金予定の人は心の準備をしておきましょう。さらに、天命の休日が引き続き利用可能です。個人的に神ポイントですね。開催中のイベントやストーリーなどをクリアすると、ポイントとしてチケットが獲得でき、そのチケットを利用して定番コンテンツを短縮クリアすることができます。コンテンツのボリュームが大きい崩壊シリーズにはありがたいシステムですね。なお、今期で使い切れなかったチケットも来期に引き継がれるそうなので、無理に使い切る必要はないです。ここも本当にありがたいポイント。まとめ。ついにテレサが実装ということで、崩壊らしい雰囲気を感じるバージョンになりそうですよね。やっぱりテレサがいると、崩壊サードやっているって感じがすごくします。今回紹介したハイペリオンラウンジ本編では、さらに夢追い人の声優さんやセラの声優さんからコメントメッセージが来ていたり、デザイン制作チームのラフなどが公開されています。結構豪華な放送となっていますので、よかったら本編も見てみてください。というわけで、この動画では短く要点だけをまとめてみました。要望があったらまたやろうと思います。今回の情報もあなたが崩壊サードを楽しむための一助として参考まで。